皆さん、こんにちは。じゅんです。今日は日本のことわざ5つ紹介します。1つ目、一石二鳥。一石二鳥。これは漢字を見ると意味を想像できるかな？一つの石、二羽の鳥。一つの石を投げて、二羽の鳥を捕まえる。つまり、一つの行動で二つの利益を得ることを意味します。例えば、スポーツジムでアルバイトすると、働きながら体を鍛えられる。お金も稼げるし、バイト終わりにマシンを使うことができて、一石二鳥なんだよね。スポーツジムでアルバイトすると、働きながら体を鍛えられる。お金も稼げるし、バイト終わりにマシンを使うことができて、一石二鳥なんだよね。タバコをやめると健康にいいし、お金も節約できるし、一石二鳥。でも、なかなかそうはできないんだよね。タバコをやめると健康にいいし、お金も節約できるし、一石二鳥。でも、なかなかそうはできないんだよね。このことわざは17世紀にイギリスで生まれたそうなので、世界各国に同じ意味のことわざがありそうですね。2つ目、目から鱗が落ちる。目から鱗が落ちる。鱗っていうのは、魚や蛇の体の表面に、体を守るためにあるものです。魚を料理するときは、鱗を取る必要がありますね。目から鱗が落ちるっていうのは、突然理解すること、気づくことを言います。今まで知らなかったことや、それまで気づかなかったけど、本当の理由を知ったとき、また自分にとっては当たり前だったことが、実はそうではなくて驚いたときなどに使われることわざです。例えば、このニュースを聞いて目から鱗が落ちたよ。今まで思ってた世界と現実の世界は全く違っていたんだ。このニュースを聞いて目から鱗が落ちたよ。今まで思ってた世界と現実の世界は全く違っていたんだ。皆さんは最近目から鱗が落ちましたか？3つ目、月とすっぽん。月とすっぽん。月は夜、空にある月のことです。満月を想像してください。丸くて美しいですね。すっぽんは？これは亀の種類です。形は丸いですが、泥の中にいて顔も美しいとは言えない。これは2つのものを比べて大きく違いがあるときに使います。月もすっぽんも形は丸いけど大きな違いがあります。一般的には比べる2つのものは片方がもう片方よりもとても良いことに使います。例えば、社長の家と私の家では月とすっぽんほど違う。社長の家と私の家では月とすっぽんほど違う。社長の家も私の家も
同じ家だけど、私の家は古くて小さい。社長の家は広い庭があって素晴らしい家であるということ。絵のコンクールで金賞を取った彼の作品は他の作品とは比べ物にならなかった。まるで月とすっぽんだったよ。絵のコンクールで金賞を取った彼の作品は他の作品とは比べ物にならなかった。まるで月とすっぽんだったよ。このことわざは美しいか美しくないか、高級か高級じゃないか、素晴らしいか素晴らしくないかなど優劣をつける表現、どっちがいいかを表すので、人に使うときは気をつけましょう。自分がへりくだって、自分の立場を下げて、相手を褒めるときにも使うことができます。例えば、そのバッグ素敵な色でかわいいわね。ありがとうございます。でも田中さんのバッグとは月とすっぽんです。こんな風に使います。4つ目、豚に真珠。豚に真珠。このイラストの豚さんは真珠が似合っていますが、一般的には豚に真珠をあげても役に立たないですね。真珠のように価値があるもの、貴重なものを与えても意味がないこと、無駄なことを言います。似たことわざに猫に小判、馬の耳に念仏があります。猫に小判、お金をあげても役に立ちません。馬にありがたい念仏を唱えても無駄ですね。馬は理解できないし興味もありません。ただ、豚に真珠には似合わない、ふさわしくないという意味も含まれているので少し注意が必要です。例えば、彼女が美しいドレスを着ても豚に真珠だ。彼女が美しいドレスを着ても豚に真珠だ。とか、彼に新しいスマホをプレゼントしたけど豚に真珠だった。彼は全然スマホを活用できないみたい。彼に新しいスマホをプレゼントしたけど豚に真珠だった。彼は全然スマホを活用できないみたい。ちょっと失礼な印象がありますよね。ちなみに日本では真珠は6月の誕生石ですが、皆さんのところでは同じでしょうか。最後、5つ目。カモがネギを背負ってくる。カモがネギを背負ってくる。まず、カモという鳥は皆さんのところでは食べますか？日本ではカモを食べます。カモを鍋にして食べるとき、長ネギを入れた方が美味しい。カモとネギは相性が良くて、カモ鍋にネギは欠かせません。カモがネギを背負ってこっちに来てくれたらどう思いますか？美味しいカモが自ら、自分から寄ってきて、しかもネギまで持ってきてくれる。これから食べられてしまうカモが自分でネギを背負ってこっちに来たら、鍋の材料が揃ってすぐにカモ鍋を食べることができますね。いいことが
重なって都合が良いこと。相手がこちらが望んでいるものを持って現れるという意味です。例えば、こんなカモがネギを背負ってくるような話はありえないから気をつけた方がいいよ。疑った方がいい。こんなカモがネギを背負ってくるような話はありえないから気をつけた方がいいよ。疑った方がいい。また、カモは美味しいのに捕まえやすいので、カモにする。いいカモが来た。などの表現があります。いかがでしたか？今日はことわざ5つについてお話ししました。花より団子、早起きは三問の得などの動画もあるので、まだ見ていなかったらご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。